ええどうもお疲れ様です。パパログです。早いもので今の家に住んで1年が経ち、模様替え欲が高まってきて家具の入れ替えをちょこちょこしています。今回は最近人気商品が目白押しだった IKEA の購入品と IKEA で初めて利用した便利なサービスを紹介したいと思います。最近の IKEA は可愛くて入手困難なものが多く目が離せないですが、過去一めんどくさいものを買ってしまいました。興味のある方はぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。今回は IKEA で買った家具の買い取りサービスがあるっていうのを知って、レンタカーを借りて実家に帰る用事があったので、それに合わせて部屋に合わなかった家具の買い取りをしてもらおうと利用してみることにしました。放送を開けなかったら返品できるんですが、IKEA で買って作ってしまって部屋に合わなかったっていう場合はもう返品できないので、という時にこの買い取りサービスを使ったら IKEA で買ったものだったら状態に応じて査定してくれて買い取ってくれます。買い取ってもらえるものも限られてたりするので、概要欄にリンクを載せておくので確認してみてください。現金ではないですが IKEA のプリペイドカードに入金してもらえて、さらに IKEA メンバーなら査定も 10% アップしてくれるので、絶対その日に IKEA で買い物するからプリペイドカードもすぐ使えてめちゃくちゃいいサービスだと思います。今回の目的はラグと寝室の照明をいろいろ見に来ました。なんやかんやで IKEA の照明とラグは可愛くてコスパがいいものが多いので、家で使っている IKEA のラグとダイニングとリビングの照明は気に入ってます。仕事部屋に丸いラグを置きたくてストエンセを買うって今回決めていて、照明は基本シンプルなものが好きで寝室につけるのはあまりいいのがないなと思ってたんですが、なぜかこのごちゃごちゃしたラムセレに惹かれてしまって、お値段もちょっと安くなってたっていうのも後押ししてこちらに決めてしまいました。そして今回はさらに京都イオンの IKEA のポップアップでもらった 10% オフクーポンでいろいろお得に買い物ができました。それでは購入品を紹介していきます。今回は買い取りサービスで家具を持っていくだけではなく、タイミングよく在庫切れで人気だったバックボーダーが入荷メールで買えたので、配送より安かった300円の店舗受け取りにして購入してきました。玄関に置くサイドボードを探していて、雑貨もいろいろ飾れそうだし、作るのも簡単そうだったのでいいかなと思って買ったんですけども、作っていくうちにちょっと嫌な予感はしていたんですが、思っていたよりでかくて、サイドボードというよりちゃんとテーブルで今置き場所がなくて困っています。IKEA のサイトを見ていたらいつも出てきて気になっていたサボテンの陶器の置物のシェルスリグト1999円、2000円ぐらいでこの3つのオブジェはなかなかコスパがいいと思って、置き場所がもうほぼないですが、さっきのバックボーダーの上に置こうと思って購入しました。玄関にサボテンを置いてたんですが、うちの玄関は寒くて日も入らないので世話をしなくても良いサボテンでさえ枯らしてしまったので、とにかく枯れないものをと思って本物と遜色のないフェイクグリーンのフェイカーを3つ買ってきました。こちらはトラビスカンチアセブリナ999円です。これは少し小ぶりのフェイカで紫強草499円です。少し紫が入っているところが他と被らないので選びました。こちらはルドギアセドイデス499円。葉っぱの柄が繊細で可愛くて、多分成果だったら難しそうだろうなと思って購入しました。3つとも葉っぱの広がり方が綺麗で、遠目から見たら絶対偽物だとわからないと思います。台所用スポンジのスナッパカート99円。この馬の形とピンクが好きで IKEA 行ったらいつも買っているリピ商品です。仕事部屋に置きたかったラグのストエンセ130センチですが、これは思ってたより小さかったのでダイニングテーブルの下に置くことにしました。14,990 円で買ったんですが、現在安くなって 7,990 円になってます。そして寝室用の照明で買ったラムセレ8,999円。IKEA でトランスフォーム的な動きを見せてくれて面白いと思って買いましたが、開けた瞬間ちょっとご覧の通り嫌な予感しかしませんでした。めんどくさい。4月3日に発売されたテサマンス。インテリア界隈では前評判がかなり良くて、何か買わないとと思ってネットで買えるものは買っておきました。1つ目はトレイ2つセット999円です。何に使うかはちょっと全く考えてなかったんですが、色が可愛かったし安かったのでとりあえず購入しました。
一番人気で一番欲しかったワゴンがちょっと買えなかったので、テサマンスらしい柄のクッションカバーも買えたので購入しました。そしてこれも人気の高かったランプシェード2499円。ワゴンは買えなかったんですが、照明好きとしては2番人気だったこれが買えたので満足してたんですけども、なんとランプスタンドは別売りということが発覚しました。そしていい加減にほぼ1ヶ月現実逃避して手つかずだった寝室の照明を作ることにしました。過去数々のめんどくさい家具をブツブツ言いながら作っておりましたが、全然大きな家具でもないのに IKEA で買って過去一めんどくさい商品となりました。IKEA で見た時は全部折りたたんで開くだけで済むような商品だと思ってたんですけども、骨組みから羽みたいなものまで一つ一つ取り付けるなんてもうほんと聞いてないってなりました。何個すんねんこれ。しかも羽みたいなものにも一つ一つ固定するための棒を2本か3本ぐらい差し込んでいかないといけない地道な作業をしないといけなくって、安くなってた理由はこれかっていう風な感じでした。幸いいつもみたいに思い込みで作り始めて間違ってやり直しっていうことはなく、純粋に作るのに時間がかかる照明っていうことをご理解いただき、プラモ作りが大好きなお子さんがいるご家庭におすすめの商品となっております。以上、3月4月に買った IKEA 購入品のご紹介でした。冒頭でも言ったように IKEA 以外にも新しい家具や雑貨をいろいろ買っていて、現在絶賛模様替え中です。引っ越しをして1年経ちましたが、新しく買った家具類はちょこちょこ動画で紹介していたものの、ずっと変化し続けていて、ちゃんとした新居のルームツアーはまだしていなかったと思うので、また動画を作る予定にしています。興味のある方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。前回の動画やインスタでは会社設立と誕生日のお祝いコメント、皆さんいろいろありがとうございました。すべて読ませていただいています。まだ会社のいろんな手続きで忙しく、なかなか動画の更新ができませんが、動画自体は取りためていますので時差はありますが、ぼちぼち編集しながら公開していこうと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。